形あるものはいつか壊れる。壊れたものに再び命を吹き込む。美しき職人技の世界。修理見せます。今回の舞台はこの部屋。修理人が使う道具は目抜き、ブラシ、針、ハサミ。見せる修理人はこの方、遠藤珠美さん。遠藤さんが修理するもの、それはぬいぐるみ。長い間ずっと時間を共に過ごしてきたぬいぐるみは持ち主にとってはかけがえのない存在。遠く海外からも依頼が舞い込む。40年以上ぬいぐるみデザイナーとして培った技と経験が今思い出のぬいぐるみをよみがえらせる。思い出のぬいぐるみ直します。筑波山のふもとにある修理人の作業場。その日も依頼人が大事なぬいぐるみを持って訪ねてきていた。ペンギンちゃん。はい、ピンキーちゃんと言います。ピンキーちゃんって言います。はい。この依頼人が小学生の頃から大切にしてきたぬいぐるみ。額には穴が開き、目は今にも取れてしまいそう。横から見るとぺしゃんこになっている。5年生の頃に塾に通ってまして、でその塾のビルの下にファンシーショップがあって、でそこのウィンドウにこっち向いていたんですよ、この子。当時1600円とかして子供のお小遣いで買えなくて、形とかも依頼人が一目惚れしたピンキーちゃん。初めてお小遣いを貯め手にして以来30年近く人生を共に歩んできた。この子が本当にずっと一番大事な子だったんで、これからもずっと一緒にいたいので。ぬいぐるみとの出会い、汚れや傷の思い出など、今日までどんな付き合い方をしてきたかを話してもらうことから作業は始まる。いろいろあるんだろうと思うんです、思い入れがね。そういうのもやっぱりお話しして聞き出して、そこを気をつけて直していくっていうことが大事かな。依頼人の思い出が詰まったぬいぐるみ。再び元の姿を取り戻せるか、修理人の腕に託された。まずは解体作業。つなぎ目を外し詰め物を取り出す。かつては白かったウレタン、汗や汚れを吸ってここまで変色してしまった。中身をすべて取り出したところで洗濯。家庭用洗剤で丁寧に押し洗いを繰り返す。作業場を出て向かったのは風通しのいい裏庭。ここで丸一日しっかりと乾かす。いよいよ顔に開いた穴を直す。さまざまな色、太さの違う毛糸が揃った中から一つの毛糸が選び出された。この毛糸を使った修理人独自の技、植毛。傷みがあまりにひどい場合は下地の布ごと取り替えなければならない。しかし修理人はそれは避けたいという。思い出も一緒に取り替えることはできないからだ。まずは毛の薄くなった部分に新たな毛糸を縫い込んでいく。
植毛は元の素材を生かしたまま新しい毛糸で同じ風合いを生み出していく。縦横無尽に走らせた毛糸、一見まばらに見えるが、こうすることで糸が互いに押さえ合い、後から毛が抜けてしまうのを防ぐことになる。縫い込んだ毛糸を長さを揃えるようにカットしていく。周りの毛が何年もかけて短くなってるんで、長さを同じにしちゃうと、また 1,2 年経つとその植毛した部分がもっと毛が短くなっちゃうんで、それを見込んで少し気持ち長めにしておきます。今回はあえて2ミリ程度長めにした。続いて修理人のっぺらぼうの顔としばしにらめっこ。写真と照らし合わせ目の位置を慎重に決める。ぬいぐるみの印象を大きく左右する目のパーツだけでこんなに多くのストックを用意している。やっぱり一番大事な口、目、それの位置が変わっちゃうと持ち主さんにとってはちょっとイメージが違っちゃうので、目元口元はやっぱり一番大事かな。次はくちばし。フェルト素材でできていたくちばしは縮んで原型をとどめておらず、手を加えても元には戻りそうにない。潰れたくちばしを手がかりに30年前の大きさ、形を再現していく。仕上げは綿入れ。ウレタンより傷みにくい綿を詰め直す。詰め方一つで肉付きや表情も大きく変わる。修理人はこの工程でさらなる発見があるという。型をこう割ってありますよね、縫い目ね。もうほっぺをぷくり出したいんで強調したいからこうしてるんじゃないかなっていうの、長い間の勘ですね。依頼人の思いをそのままに修理したぬいぐるみ。その仕上がりは、くたびれていたぬいぐるみが30年前の愛くるしさを取り戻した。額の傷も完治、血色もいい。ぺしゃんこだった体もふっくら。修理人が最後の作業に取り掛かった。それは修理したぬいぐるみを送り出す儀式。依頼人に手紙を書くこと。技術はね、難しい優しいいろいろあるけど、持ち主さんの意向に沿うようにやらなきゃいけないっていうのがやっぱり一番大変だと思いますよね。修理人の手で再び元の姿を取り戻したぬいぐるみ。添えられる手紙はいつも同じ言葉で締めくくられる。どうぞいつまでも仲良く。こうして帰りを待ち望む依頼人のもとへ。いつまでも仲良く。2人の時間が再び動き出した。